2026年6月版 Netflix おすすめ作品5選。今回は2026年6月に配信が始まったばかりの新作の中から実際に見て本当に面白かった作品を5本に厳選して紹介します。今月も傑作揃いで素晴らしい作品ばかりでした。すべて Netflix で見放題の作品です。ぜひ参考にしてみてください。それでは早速紹介していきます。Netflix 6月のおすすめ作品、鉄槌教師。荒れた教育現場に国が公認した型破りな監督官が乗り込む学園アクションドラマです。舞台は韓国の教育現場。学校ではいじめや校内暴力、教師への嫌がらせが深刻化し、これまでのやり方では現場を守りきれなくなっていました。そんな状況を立て直すために設置されたのが、国が管理する特別組織、強権保護局です。物語の主人公は、強権保護局の監督官、ナファジン。彼は冷静な判断力を持ち、問題を抱えた学校に派遣されると、被害を受けた生徒や教師の側に立ち、学校の秩序を取り戻そうとします。ところが派遣先の学校は様々な問題を抱え、普通のやり方では手に負えない状況でした。そんな中、特殊部隊出身のファジンは圧倒的な強さと独自のやり方で、問題を起こす生徒たちと真正面から向き合い、荒れた教育現場に鉄槌を下していくという物語です。問題だらけの学校に国が管理する監督官が乗り込み、生徒たちを正していく韓国の教育アクションドラマ。この作品の魅力は、今の時代の価値観と逆行するようなかなり攻めた設定にあります。常識的に考えればありえない設定なんですが、綺麗事だけでは対応できない教育現場の問題に絶対的な力を持つ監督官が乗り込み、力技で状況を変えていく。その分かりやすさがとにかく爽快でした。教師が問題児や学校を立て直していくドラマは数多くありますが、この作品で面白いのは鉄槌を下すのが教師ではなく、公権力を持った監督官であることです。最初にしっかりとフラストレーションを溜めさせておいて、そこに監督官たちが現れ、スカッと問題を解決していく。かなり味の濃い作りではありますが、スカッとジャパンならぬスカッとコリアっていう感じで見ていて気持ちがいいんですよね。1話解決型の構成なのでテンポも良く、全10話で様々な教育現場の問題を扱いながら分かりやすい完全懲悪で見せていく。このシンプルな面白さが突き抜けていました。本作は話題にもなった Webtoon が原作ですが、正直私はドラマの方が面白く感じました。原作の持つ過激さや暴力性をそのまま押し出すのではなく、教育現場の問題と絡めながらドラマとして見やすい形にうまくアレンジされています。特に良かったのがキャラクターの描き方。中でも印象的だったのが主人公ファジンの後輩である女性監督官イム・ハンリム。原作でも注目されるキャラクターですが、ドラマでは全然違うキャラクターになっていて、感情型の脳筋キャラになっているんですが、これがうまくはまってるんですよね。さらに原作には登場しない事務官のポン・グンでも空気を和らげる存在としていいバランスになっていたり、局長の元則も現実的な責任を負うリーダーとして描かれていて、主人公のファジンを中心に据えながら全体的にチームとしての魅力がありました。またドラマでは強権法力が作られた背景としてファジンの婚約者に関わる事件も描かれます。この過去の出来事も一つの事件だけでなく現在の事件ともつながっていく構成になっていて、脚本のうまさを感じました。基本的には目には目をのやり方で加害者たちに自分の行動を顧みさせていくかなり強めの味付けの作品ですが、韓国ドラマらしいユーモアやキャストの魅力もあってかなり痛快で面白い作品でした。Netflix 6月のおすすめ作品、創作者の地。息子殺しの罪で服役する父が息子が生きている可能性を知り、手がかりを追うサスペンスです。主人公は5年前に幼い息子を殺した罪で有罪となり、刑務所で暮らしているデイビッド・バローズ。彼は無実を訴えながらも誰にも信じてもらえず、絶望の中で孤独な日々を過ごしていました。そんなある日、義理の妹でかつて記者として働いていたレイチェルが面会に現れます。彼女がデイビッドに見せたのは1枚の写真。そこには死んだはずの息子によく似た少年の姿が写っていました。もしこの少年が本当に息子なら、デイビッドは息子殺しの犯人ではない。それなら5年前のあの日、一体何が起きたのか。ところが写真の存在を知った直後から、デイビッドは刑務所内で命を狙われるようになります。誰かが自分を罪人に仕立て上げ、息子をどこかへ連れ去ったのかもしれない。かすかな希望を胸に、デイビッドは真実を確かめるため、刑務所から脱獄しようとする、という物語です。自らの息子を殺害した罪で服役する父親が、息子の行方を追うサスペンススリラー。ネットフリックス作品ではおなじみの人気作家、ハーラン・コーベンが手掛けるドラマで、主演はアバターのサム・ワーシントンです。ハーラン・コーベン原作のドラマは、このチャンネルでも何度も紹介していますが、毎回かなり強いフックで引き込んでくる作風です。その分、うまくはまる作品もあれば、強引に感じる作品もあります。そういう意味で、この作品はかなり堅実な作りで、サスペンスとしてしっかり楽しめる作品になっていました。物語は、義理の妹、レイチェルが持ってきた1枚の写真をきっかけに、主人公デイビッドが真実を確かめるために脱獄します。正直、この脱獄自体は本来ならそれだけで一本のドラマになるぐらい難しいはずなんですが、かなり都合よく達成できてしまうので、
そこに目をつむることができれば、この作品は見やすく、最後まで引っ張る力があります。息子殺しの脱獄犯として追われながら、それでも息子の真実を追い求めていくデイビッド。その一方で、彼を追跡する FBI 捜査官、マックスとサラの存在もかなり魅力的でした。こういう作品では警察や捜査機関が少し都合よく無能に描かれることもありますが、本作は追っ手である FBI もしっかり仕事をします。だからこそデイビッドが真実にたどり着くのが先か、それとも捕まるのが先かという時間的な緊張感が生まれています。逃げるデイビッドと追い詰める FBI、その両方がきちんと描かれているので、物語にスピード感があり、かなり中毒性のある展開になっていました。キャラクター描写も良かったです。世間から見ればデイビッドは息子を殺して脱獄した危険人物です。それでも彼の人柄を知る人たちは少しずつ彼に手を貸していきます。その過程が自然なので、真相を追っていく展開もストレスなく見ることができました。登場人物は多いんですが、それぞれがしっかり物語につながっていて、きちんと役割を持っています。だからこそ誰が本当の黒幕なのか、最後まで予想しながら楽しめる面白い作品になっています。Netflix 6月のおすすめ作品、最高列からの声。大学教授がある学生の物語に飲み込まれていく心理サスペンスです。主人公は韓国の大学で文学を教える教授、ホムノ。かつて小説家を目指していた彼は、一冊だけ本を出したものの、その後は書くことができず、作家として成功できなかった思いを抱えたまま、学生たちに厳しく向き合っていました。新学期が始まったある日、ムノは講義室の最高列に座る学生から授業中に鋭い指摘を受けます。その学生の名前はイガン。工学部の学生でありながら、彼の書く文章には他の学生とはまるで違う力がありました。ガンは作文の課題で大学で出会った裕福な友人セユンと彼の家族との日々を書いていました。ムノはその物語に強く引きつけられ、彼に個別指導を申し出ます。ところがしばらくしてガンの筆は止まってしまいます。早く続きが読みたい。その思いに突き動かされたムノは、ガンに促されるようにやがて教授として越えてはならない一線へと足を踏み入れていくという物語です。文学を教える大学教授が一人の学生の生み出す物語に引き込まれていく心理スリラードラマ。主演はオールドボーイでも知られる韓国の名優チェミンシクと若手俳優のチェヒョンウクです。この作品の魅力は物語が持つ危うい力を描いているところです。主人公のムノはかつて小説家としてデビューしたものの、その作品は酷評され、作家として成功できなかった過去を引きずっています。同期だった友人は文学界で華々しく活躍し、自分だけが取り残されている。その劣等感とプライドを抱えたまま、彼は次の作品を書けずにいました。その鬱屈は講義で未熟な学生たちに厳しく当たる態度にも表れています。長年寄り添ってくれた妻に対しても、どこか冷たく接してしまう。このようにムノという人物はかなりめんどくさい人間です。見ていてイライラさせられるんですが、それでもどこかで共感してしまう。才能への未練や認められなかった悔しさが妙に生々しいんですよね。そんな彼の退屈な日常を一変させるのが才能あふれる学生イガンです。ガンの文章には他人の人生を覗き見しているような危うさがあります。ムノはその物語に魅了され、彼の個別指導を始めますが、教えているはずのムノが次第にガンに主導権を握られていくことになります。教授として文学を教える人間がいつの間にか学生の書いた物語の熱心なファンに変わっていくんです。本作の面白さは物語が人を惑わせ暴走させてしまう、その危うさをスリラーとして見せているところです。本を読むとき、私たちは文字で書かれた物語を頭の中で想像しながら織りなっていきます。ドラマではその想像の部分が映像として立ち上がってくるので、ムノがガンの文章に取り憑かれていく感覚をかなり近い距離で味わうことができます。実は本作はスペインの戯曲を原作としていて、過去にはフランスの名監督フランソワ・オゾンによって映画化もされています。その物語を韓国ドラマらしい人物描写とサスペンスの味付けでうまく現代的に整えていたように感じました。ドラマとして俯瞰してみれば、ムノ教授の脆さ、危うさは冷静に見られますが、もし自分が彼と同じように才能への未練や劣等感を抱えて生きていたら、果たして物語の吸引力に冷静でいられるだろうか、そんなことを考えてしまいます。さらに言えば、誰かの人生を勝手に読み解き、批評し、時に叩いてしまう現代の SNS の空気とも重なって見えるような気もしました。1話目からかなり引き込まれる作品で、全6話という長さもちょうどいいです。ムノがガンの物語の続きを読みたくて苛立っていくのと同じように、視聴者である私たちも気づけば次のエピソードをタップしてしまう、物語に取り込まれていく感覚をそのまま体験できるドラマでした。Netflix 6月のおすすめ作品、オンリー・ウィットネス、小さな目撃者。残忍な殺人事件によって人生を大きく狂わされた親子を描いた実話を元にしたドラマです。1992年ロンドン、若い母親レイチェル・ニッケルは2歳の息子アレックスと一緒に公園を散歩していました。ところがその途中でレイチェルは何者かに襲われ、残忍な形で命を奪われてしまいます。当時公園には多くの人がいたにもかかわらず、事件を直接目撃したのはまだ幼いアレックスだけでした。しかし2歳の彼が何を見たのか正確に伝えることは難しく、
犯人の足取りはつかめないままでした。レイチェルのパートナーであるアンドレは突然大切な人を失ったショックを抱えながらも幼い息子を守りながら生きていくことになります。ところが事件はすぐに大きく報じられ、家族の悲しみは世間の視線と切り離せないものになっていきます。警察は犯人の手がかりをつかむためアレックスから話を聞こうとしますが、アンドレは事件の記憶と向き合わされる息子をどう守るべきなのか苦しみます。喪失から立ち上がる時間さえ与えられないまま、アンドレとアレックスは事件そのものだけでなく、警察、メディア、そして辛い記憶とも向き合うことになっていくという物語です。1992年のイギリスで起きたレイチェル・ニッケル殺人事件を題材にした実録ドラマ。この事件は人の多くいる昼間の公園で、当時23歳だった若い母親が殺害され、その唯一の目撃者が2歳の息子だったというあまりにも痛ましい事件です。この作品が特徴的なのは、事件そのものや犯人探しを中心に描くのではなく、残された家族に焦点を当てているところです。突然大切な人を失い、幼い息子を一人で守らなければならなくなった父アンドレは、悲しむ時間すら与えられないまま、警察の捜査や報道の過熱に巻き込まれていきます。特に印象的なのは、アレックスをどう守るのかという部分です。彼は事件の唯一の目撃者ですが、まだ2歳の子供です。何を見たのか、どこまで理解しているのか、本人にも周囲にもはっきりとは分からない。それでも警察は事件解決のために彼の記憶を必要とします。その一方で、父親であるアンドレには、息子をこれ以上傷つけたくないという思いがある。この作品はその正解のない苦しさをかなり丁寧に描いています。そしてもう一つ印象的なのがメディアの存在です。事件を追う報道陣は親子をどこまでも追いかけ、問い詰め、消費しようとします。アンドレとアレックスは被害者家族でありながら、まるで逃げるように生きることになってしまうんです。そこが本当に見ていて辛いところでした。物語は時系列を行き来する構成になっていて、事件から10年以上が経ち、ティーンエイジャーになったアレックスの姿も描かれます。悲しみとどう向き合うのかをめぐって、父と息子の間にはすれ違いも生まれていく。その中で事件が2人に残した傷の深さと、それでも支え合ってきた親子の絆が見えてきます。全3話の中で事件がその後どうなったのか、犯人は捕まったのかも描かれます。ただこの作品の本筋は、被害者家族がどんな地獄のような時間を生きていたのか、その重さを強く映しています。見ていて辛い作品ではありますが、見る価値のある作品で、事件を扱ったドキュメンタリー番組もあるので、本作を見た後に合わせて見てみるのもおすすめです。Netflix 6月のおすすめ作品、ザ・アメージング・デジタル・サーカス。奇妙なバーチャル空間に閉じ込められた人間たちが正気を保ちながら脱出を探るアニメーション作品です。舞台は現実とはかけ離れた奇妙な仮想空間のデジタルサーカスです。そこを取り仕切っているのはケインという風変わりな団長。彼は陽気に振る舞いながらサーカスの住人たちをまとめています。ある時そのサーカスに一人の女性が迷い込んできます。彼女はそこへ来た理由も自分の名前さえも思い出せないまま道化師のような姿に変わっていました。そんな彼女にケインはポムニという新しい名前を与えます。そこにはラガタ、ジャックス、ガングル、キンガー、ズーブルといった同じように人間だった者たちがいました。彼らもまた元の姿を失い、出口のないこの世界でケインの用意するゲームや冒険に参加し続けています。ポムニは元の世界へ戻ろうとしますが、目の前に現れた出口らしき扉はすぐに消えてしまいます。それでも出口を探そうともがくポムニ。ところが探せば探すほどサーカスは彼女たちをさらに深い混乱へと引き込んでいくという物語です。奇妙なデジタル空間に閉じ込められた人間たちと奇想天外な冒険を描くダークな心理アニメーション作品。本作はアメリカのアニメーターグースワークスが制作・監督し、オーストラリアのアニメーションスタジオが制作したインディーアニメです。2023年に第1話が YouTube で公開されると、世界中で大きな話題となり、シリーズ全体の再生数は10億回を超えるほどの大ヒットとなりました。そして2026年6月に最終話となる第9話が YouTube と Netflix で公開されました。この作品の魅力は、子供向けアニメのようなカートゥーン調の見た目で、かなりダークでカオスな世界を描いているところです。正直最初の数話を見ただけでは何が何だかさっぱりわからないと思います。主人公たちは自分たちがなぜここに来たのかも、自分の名前さえも思い出せないままデジタル空間のサーカスに閉じ込められています。そして団長のケインから突拍子もない冒険を半ば強制されることになります。お菓子の世界でカーチェイスをしたり、ファーストフード店で働いたり、可愛らしいキャラクターとポップな世界観の中で一見すると楽しげな出来事が続いていきます。ところが見ていくうちにこのサーカスの実態が少しずつ見えてきます。出口のない仮想空間に閉じ込められた人間たちが正気を保つために必死で日々をやり過ごしている場所でもあるんです。ケインの冒険をクリアしても状況は何も変わりません。ただ次の冒険が始まり、また同じように何かをこなしていく。しかもサーカスの中では死ぬことすらできない。いわばかなりポップな見た目をした精神的な牢獄なんです。そんな中で彼らは狂ってしまわないことを第一に生活しています。出口という希望を追い求めすぎると
心が壊れてしまい、文字通りバグのような状態になってしまうんです。そんな物語が大きく変化していくのは後半の第6話からです。そこからはサーカスの世界そのものやキャラクターたちの内面により深く踏み込んでいきます。ポムリはこの世界の中で他のキャラクターたちと向き合いながら自分や相手のことを少しずつ知っていきます。そしてここでポムリと同じぐらい重要な存在になってくるのがひねくれ者のジャックスです。彼はいつも悪態をつき周囲を困らせるキャラクターなんですが、話が進むにつれてその振る舞いの奥に何があるのかが見えてきます。このポムリとジャックスの対話がすごく印象的で、ジャックスはある意味第二の主人公とも言えます。さらに本作で印象的なのがデジタル空間を生かした演出です。画質が荒くなったり画面が乱れたりするグリッチ表現、現実の裏側に迷い込んだようなバックルーム的な空間表現などを使ってポップな世界を一気に不気味なものへと変えていきます。こうした演出が現代社会の不安とも重なって見えるところも面白いところです。作品自体は分かりやすい答えを出すタイプではなく、むしろ見る側に考える余地を残していて、それがこの作品の良さにもなっています。とはいえ日本のアニメに慣れている人からすると海外アニメ特有の癖の強さはあるので好みは分かれると思います。それでもこのレベルの作品が YouTube で無料で見られてしまうこと自体かなりすごい時代だなと思いました。キャラクターの魅力、独特な世界観、そして不安定な心の描き方まで含めて非常に完成度の高いおすすめのアニメーション作品です。ということで今回は Netflix の6月のおすすめ新作を紹介しました。今回紹介したのは全てドラマシリーズになりましたが、どれも本当におすすめできる作品です。中でも鉄槌教師はかなりヒットしているみたいですね。同じく韓国の Webtoon を原作にした作品として日本が制作した喧嘩独学も配信されています。こちらも原作を読んでいたので期待していたんですが、正直微妙でした。鉄槌教師と喧嘩独学はどちらも原作を再現しながらアレンジを加えた作品になっているんですが、その差がかなりはっきり出た印象です。もし鉄槌教師の制作陣が喧嘩独学を作っていたらどうなっていたか少し考えてしまいました。その他オスカー・アイザック主演の映画ダンテの遺構も配信されています。マフィアからダンテの新曲の原本の心眼鑑定を依頼された作家を描く作品です。ガルガドット、ジェラルド・バトラー、ジェイソン・モモア、ジョン・マルコビッチ、さらにはアルパチーノやマーティン・スコセッシ監督も登場するかなり豪華なキャストの作品です。映像も見応えがあって見て損はない作品だと思います。ただ内容が難解すぎておすすめしづらい作品なので紹介しませんでした。そしてもう一つ、アメリカ建国250周年をきっかけに制作されたドキュメンタリーアメリカン・エクスペリメント、こちらはかなりおすすめです。全5話でアメリカ民主主義の起源と未来を探っていく構成になっていて、ドキュメンタリーとしての完成度も高い作品でした。皆さんが今月見て面白かった作品があればぜひコメントで教えてください。このチャンネルではおすすめの映画やドラマを紹介しています。動画が良ければ高評価、チャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。